ファ様、残念ながらサイ様は曹操の軍に保護されてしまいました。サイが呉から去ったというのか。まだ早いと思うがな。やれやれ、甘い男だ。何の話をしている。まずはお人払いを。レンファ様、ノン、シシュ、ミンメ、アーシェ、本郷以外はこの場より去れ。人払い？どういうことだ。これから作戦の概要を説明します。シシュンちゃん、ミンメイちゃん、周辺を立ち入り禁止にしてくれますか？了解しました。説明は後でレンファ様がしてくださるだろう。ついてこい、ミンメイ。はい。この甲板上には私たちのみとなりました。メイリン様、そろそろ説明していただけますか？やはり気づいていたか。それはそうですよ。私はメイリン様の一番弟子なんですから。どういうことでしょう。どういうことだ、カツト。はい、ご説明させていただきましょう。郊外殿の裏切り、これは偽りのものです。偽りだと？軍議の席で大喧嘩をしたことが原因ではないのか？あの時我らは劉備たちと軍議をし、曹操にどうやって立ち向かうかを話し合っていました。しかし曹操の勢力は強大。ありきたりの策ではその壁を崩すことはできないでしょう。そこで私は一計を思いつきました。これは軍師としてのひらめきでしかなかったのですが、あの席上、郊外殿と目が合った瞬間、郊外殿もそこに思い至ったことが分かったのです。そしてすぐに郊外様とメイリン様はあうんの呼吸とともに仲違いを演じてみせた。演じただと？御意。我ら呉の艦長が曹操の陣に潜んでいるのと同様に、曹操の艦長も我ら呉の陣に潜り込んでいるでしょう。艦長の目を欺くには、まずは味方の目を欺かないとならない。そう思ったのです。そして思惑通り、誰も真実には気づかず、私と郊外殿の仲違いを信じた。カズト、あなたは気づいていたの？そんな、メイリン様の弟子となったこの私も気づかなかったのに。悔しすぎます。しかしよく気がつきましたね、カツトさん。いつもボケーっとしてるくせに。本郷は天の御使いだ。私の策のすべてを見通していたよ。そうか。そう
だったのか。サイは私を見捨てたわけじゃないんだな。だから信じろと、そう言ってくれたのね。サイの動きに、サイは曹操に嘘の降伏をしたのでしょ。その後はどうするの？郊外殿は私たちの総攻撃のきっかけを作ってくれるのですよ。そのきっかけを待って奇襲するんですね。ああ、それでこそ巨大な壁を打ち破ることができる。最後の戦いか。わかった。作戦の内容を教えてくれ。御意。では作戦の細部を説明いたしましょう。曹操に下った郊外殿ですが、受け入れられたとするならば、おそらく全局に配置されることでしょう。この際、郊外殿は部下を曹操の部隊の各所に潜入させ、混乱を助長するように動きます。その混乱を待って工作員を敵陣内に潜入させ、船底への浸水工作とともに各所に火を放つ。火を放つと同時に突撃を仕掛け、曹操軍の全局を突破し、曹操のいる本陣を吸収します。ここで曹操の首を上げるか。御意。作戦の講師はいいと思いますが、劉備さんがどれだけ連携してくれるかが肝になりそうですね。そうか。劉備はサイの降伏が偽りということを知らない。いえ、孔明が気づいています。ですから劉備は必ずや我らと連携を取ってくれるでしょう。混乱する曹操を蓮華様と劉備両軍で全力を挙げて叩く。これが作戦の全てです。よし、ならばメイリン、お前が全軍の指揮を取れ。いえ、今回はアーシェに全軍の指揮を任せようと思います。私がですか？ああ、補佐としてノンをつける。紫春と民名もアーシェを助けてやってくれ。はっ。でもこの戦いはメイリン様自身が指揮した方が確実かと。アーシェちゃん、弟子はいつか師匠を超えなければならないんですよ。私にはその自信が。大丈夫、お前ならやれるさ。できるのでしょうか、私に。できる。私はお前に私の持つ知識や経験を全て伝えたつもりだ。あとは実戦で結果を残すのみ。この戦いを勝利で飾り、この私の後を継いでくれ、アーシェ。頑張ります。頑張りなさい。ノン、アーシェを頼むぞ。了解であります。ではアーシェちゃん、みんなに命令を出しちゃってくださいな。はい。では出陣はおそらく深夜頃になると思います。交代で仮眠を取りつつ出陣に備えておいてください。アーシェも立派に成長してくれたようだな。
私とノンが手塩にかけて教育しましたからね。立派な後継者となってくれるでしょう。そうだな。メイリー。はっ。もう少しで全てが終わる。だからあと少しだけ私に力を貸してくれ。御意。頼んだぞ。はっ。ではレンファ様、舞台の準備がありますので。あ。では。メイリンの体のこと。少し前からね。でも今、メイリンを戦線から離脱させては全軍の士気が落ちる。私にはメイリンの苦痛を無視し、戦場に立たせるしか方法がないの。ひどい王様よね、私。だけどこのままじゃメイリンは。強いのね、あなたは。分かったこと？私だってそうしてやりたい。気づかれていたか。さすが孫悟の王、進化のことをよく見ていらっしゃる。あれほどの名君ならば、これからの碁をしっかりと導いてくださるだろう。だからこそ、この戦い、勝たねばならん。それが私の役目。だからシェレン、もう少しだけ、私に力を貸して。この脆弱な身を、あと少しだけ、うつつの世に立たせておいて。お願いよ、シェレン。縮小が脱走か。トーカ様、我らはこのまま呉と同盟していてよいのでしょうか。でも同盟を破棄してどうやって曹操さんに立ち向かうの？同盟を破棄して曹操に下るということですよ。そういう選択肢を取る必要が出てくるかもしれん。そんな卑怯なことはしたくないのだ。卑怯かもしれん。だが我らは兵の命を預かっているのだからな。政の言う通り、選択肢の一つとして考える必要があるかもしれん。いえ、その必要はないかと。どういうこと？シリちゃん、他に何か考えがあるの？考えというか、郊外さんの脱走ですけど、これはおそらく周遊さんの考えた策です。あれって作戦なのか？はい、
あの口論の始まり方はあまりにも不自然でしたから。不自然だったか？私は特にそう感じられなかったのだが。郊外の言葉や周囲のセリフはいかにも二人が言いそうなことだと思ったのだがな。いかにも過ぎると思いませんでしたか？それは少し思ったかも。だって二人ともゴーを愛している人たちなのに、なんだか突然だなーって印象はあったね。はい。その後、アイシャさんたちが抗議した時、シュユさんは私にこう問いました。孔明もそう思っているかと。あえてそういう言い方で私に尋ねるということは、アイシャさんたちの抗議を暗に肯定しないということですよね。私はあのやりとりで確信しました。あのいさかいは策の一端なんだって。なるほどな。あのやりとりにはそんな裏があったのか。うへー、軍師の会話ってすごいんだな。リンリンは今でもよく分かってないのだ。まあ難しいことは守備たちに任せるからいいけど。まあなあ、私たちがあれこれ考えたって休むに似たりってやつだし。そういうことなのだ。相変わらずのお気楽二人組だな。笑ってばかりはおれんぞ。周囲と郊外の争いが策だったとして、では呉はどう動く？曹操は？我らはどう動けばよい？郊外さんの脱走と降伏は曹操軍を内部から混乱させるためのものとなれば、呉はその混乱に乗じて総攻撃をかけるでしょう。私たちは呉と連携し、混乱する曹操さんの部隊を強襲するのが良いかと。となると速さが命の作戦になるな。そうですね。今のうちに交代で仮眠を取っておくのがいいと思います。郊外さんが動き出すとすれば、おそらく月が傾き始めた頃になると思いますから。決戦は深夜か。はい。そしてこの戦いの後、生き残った勢力が大陸の統治を行うことになるでしょう。ならリンリンたちは手を抜いて共倒れにさせればいいのだ。でもってリンリンたちが天下統一するのだ。残念ながら手を抜いていては曹操さんの軍勢には勝てないと思います。それほど強大な敵が相手か。激戦になるだろうな。どちらにしろ手を抜くなんて卑怯だよ。そんなことしなくても孫権さんと協力して頑張って戦えば勝利間違いなしなんだから。東花様の言う通り、不釈神妙、我が身を一本槍として葬儀の壁に突き入れれば、おのずから道は開けるだろうさ。アイシャちゃんの言う通り。みんな、これが最後の戦いだよ。頑張ろうね。いよいよ時は来たれりじゃな。そろそろ花火を打ち上げようぞ。各所で火を放った後は我らはすぐ船を出して全速力で本隊と合流する。逃げることだけに集中すればよいぞ。では作戦を開始する。抜かるなよ。
やれ。前方の空に火が見えます。始まったか。サイはどうした？曹操の陣より船が出ました。それがサイだな。よし、全軍に通達。郊外の投降は裏切りにあらず、周公金一世一代の策だったとな。両母。観念、周隊と共に郊外を守れ。必ずや無事に連れ帰ってこい。御意、行きますよ。紫春さん、民名。おう。リクソン。公局の本陣をいつでも動かせるようにしておけ。サイを迎え入れた後、すぐに動くぞ。御意です。周遊、劉備陣営の動きはどうか。我らと同じくすでに動き始めておるようです。さすがは諸葛孔明。敵としては恐ろしいが、味方としては頼もしいか。よし、すぐに作戦趣旨を告げる使者を出せ。御意。全軍に次ぐ。この戦いによって葬儀を完膚なきまでに叩き、孫悟の未来を手に入れるのだ。船酔いを避けるために船体を鎖で固定していたことがあだになったか。皆落ち着け。手の空いている者は川から水を汲み、消火活動に専念せよ。むやみに騒ぎ立てる者は切る。皆一刻も早く混乱を収め、消火活動に従事せよ。まずいぞ姉者。今奇襲を食らったらひとたまりもない。奴らは必ず動くだろう。シュウランはカニ様の警護を頼む。キー、ルル。我らは孫悟の奇襲に備えるぞ。了解です。消火活動は本陣に指揮を取らせろ。火口遁隊、巨著隊、転移隊は前に出る。たとえ大敗を喫しようとも、カリン様だけは守ってみせる。この命に変えてもな。よくぞしてのけてくれた。ありがとう、サイ。このロークのかけどころ、どうやら間違いではなかったようですな。ええ、サイのおかげでこの戦いに勝機が見えた。あとは葬儀を叩くのみ。敵は大混乱に陥っています。今こそ我らの力を見せつける時。レイファ様、お下知を。聞け、勇敢なる孫悟のつわものたちよ。この戦いこそ天下分け目の戦い。負ければ我らは滅ぶであろう。だが勝てば天下への道が開かれるのだ。思い出せ、皆の胸にある夢を。平和を目指す熱い願いを。平和は無欠にして得る
ることあたわず。我が血を燃やし汗水を拭い血みどろとなって手に入れるもの、その命燃やし尽くせ。我らがこの代孫の代を笑って過ごせるその日のために。行け孫悟の勇者たちよ、葬儀の兵を根絶やしにせよ。孫権さんが動き出しました。トウカ様、今が好機です。私たちも孫権さんと連携し、曹操さんの陣に突撃しましょう。了解。アイシャちゃん、リンリンちゃん、みんなお願い。よい、行くぞリンリン。王なのだ。我らも続くぞスイ。任せとけ。龍旗を掲げる勇者たちよ、これより我らの力で未来を切り開く。各員奮励努力せよ。この一戦こそ我らが志し後輩の一戦なり。全軍孫悟と並んで敵陣を突破するぜ。目指すは曹操の首一つだ。行くぞー。突撃編成勝利なのだ。やはり来たか。キー、ルル、本陣が体勢を整えるまでの時間を稼ぐ。その命私に預けろ。前方一部の部隊が突出してきます。スシュン、民兵の部隊で対応しろ。よい。待ってください。劉備さんの船がそちらに向かっていきます。そちらは劉備軍に任せましょう。よし、分かった。ならば我らはこのまま曹操本陣に突貫する。それで良いのだな、アーシェ。敵の動きを止めるため春蘭の部隊が突出していきました。これで時間が稼げるでしょう。少し油断が過ぎたようね。御意、郊外の動きを監視していましたが、これほど早く行動を起こすとは予想しておりませんでした。私の予想を超えるか。天意はすでに遠く去りぬ。しかしこの宋猛徳、ただでは屈せん。各か帝育。はっ勢いに乗った孫権、劉備の軍勢を跳ね返し一度義に戻る。よい。それが賢明でしょう。体勢を立て直さないことにはいかんともしがたいですからね。しかし兵数はまだまだ我らの方が上。勢いでは負けていますが、一戦して押し返せば十分に逆転できるでしょう。ええ、その後部隊を転進させて本国に帰還、再起を図りましょう。御意。各か帝育の2人は長領と共に後詰めを務め、勢いづいて牙を向いてくる孫悟と劉備2匹の狼をしつけてあげなさい。よい。学信、李天、右近の3人は周蘭と共に配置。春蘭の援護を。了解です。これより葬儀の大反攻を開始する。皆の命この私に捧げなさい。はっはっ。
葬儀の船が展開。過去岳李宇の旗を掲げております。その後方には各天準長の旗、そのさらに後方に葬儀の賀門旗。先方に花崗園、各神李天右近。本陣の警護として各課定育準育長領を配置ですか。なかなかの布陣ですね。容易に突破できそうにないな。どうする？まず劉備さんの動きを確認しましょう。民兵、劉備さんの動きどうなってる？馬の旗2つと現義の旗が突出してきた船と戦ってる。後の人たちは私たちの横に並んでくれてるみたい。ありがとう。ではレイファ様、劉備軍と連携し敵の前衛を突破しましょう。我が軍の先方に蔡様と民兵を配置し敵陣を一点突破。曹操の本陣を目指します。紫春さんとノン様は先行する部隊の援護をお願いします。私はどうする？レンファ様とメイリン様は本陣に待機しておいてください。戦況が有利になった時本陣を投入して一気に勝負に出ます。これが私の考えた作戦ですけど。私の顔色を伺うことはない。良い作戦だと思うぞ。はい、ありがとうございます。ではレンファ様、我らに大攻勢の号令を。分かった。郊外集隊、孫悟の誇りとともに先鋒を務め敵本陣への道を切り開け。おう。ビクソン、先方が切り開いた道をさらに押し広げ曹操のもとへ本隊を先導しろ。よい。これより孫悟の大号令を発する。この命すべてをかけて天下を取るぞ。